How's it going, everyone? 僕が MR2 を購入してからちょうど3年ほど経ったので、今まで起きてきた故障と修理費について今日は紹介させていただきたいと思います。MR2 ですが、もう初期の1型とかでも30年ものぐらいになっていて、で最後の方の5型、98年、99年のものでもうすでに20年経って、結構古い車になります。なので今、MR2 を購入の検討をされている方は、もう故障とか不具合とかについて結構気にされている方が多いと思うので、僕のここ3年間の、経験を紹介していきたいと思います。まず僕の MR2 なんですが、購入したのが2017年の7月ほどで、11万3000キロの走行距離での状態で購入しました。で、一つ目の不具合が、リア右ブレーキの引きずりですね。で、これが、購入してちょうど2週間ぐらいの時に起きまして、アクセルを結構吹かして運転しないと失速してしまうとか、坂道で止まっている時にブレーキを離しても車が転がらないっていう症状ですね。で、幸い僕、埼玉県の MR2 を中心的に扱っているディーラーさんで購入したんですが、最初の1ヶ月1000キロは、保証されていたので、その中古の販売店だったんですが、そこに持ち込んで、新品のキャリバーではないんですが、予備で余っていた、ブレーキが引きずっていないキャリバーと、僕の MR2 についていた、引きずっていたキャリパーを丸ごと交換していただきました。で、保証で直したので、その時は、修理費は0円というものでした。二つ目の MR2 の不具合ですが、こちらが11万7000キロほど、2018年の5月ぐらいに起きたんですが、車の前の左の方から、コトコトコトって、異音が、荒れた凸凹の路面を走っている際になっていて、で、こちらを近くの修理工場に持っていて、原因究明してもらってたんですが、その際は、中古車で買った当時から付いていた HID のヘッドライト、キセノンのヘッドライトですね、のバラストという部品が、取り付けられているところが緩んでいたので、イオンが鳴っていたというところですね。で、あと、左右のスタビリンクの、ボルトナットも緩んでいたので、そこも増し締めして、対応してもらいました。で、この際に、金額が3000円かかりました。3つ目の、MR2 の不具合なんですが、こちらは11万7000キロまた、で、2018年5月に起きた不具合なんですが、こちらは左リアですね。前回は右リアだったんですが、今回左リアのブレーキの引きずりです。で、この故障が起きた際に、問題となったのが、修理方法でして、ちょっとブレーキの引きずりの、原因を説明すると、ちょっとこれ、僕のデオドラントなんですけど、これをピストンですね、ブレーキのピストンと見立てて、普通ブレーキを押すと、油圧がかかりまして、その油圧がこのブレーキのピストンを押します。押すことによって、このブレーキパッドというものがブレーキローターっていう回転しているものを挟んで、その摩擦力で減速するようにします。で、ブレーキを離すとき、普通は、このかかっている油圧がなくなるので、ピストンは戻ります。でこの戻る動作っていうのはどういう風になってるかっていうと、このピストンの周りに一つのゴムのシールがあります。で、ピストンを押されると、このゴムのシールが変形して伸びます。で、ブレーキペダルを離して油圧がなくなると、このゴムの伸びたものが戻ろうとする力でピストンが戻されます。で、ブレーキの引きずりが起きてる時っていうのは、このピストン自体が、ちょっと錆びてしまったりして、動きが鈍くなっている状態です。で、ブレーキが作動する方向の際は、油圧という強い力をかけているので、問題なく動くんですが、戻ろうとするときは、ゴムの戻ろうとする力と比較的弱い力なので、錆の固着に、勝てなく、戻れなくなってしまうっていうものですね。でこれを修理する際は、普通はブレーキキャリパー、ブレーキのアッセンブリを分解して、ピストンを取り出して、ピストンの錆びが、軽度なものだったら、それを研磨して、錆を取り除いて、あとはそのゴム部品を、新しいものと交換して、ブレーキオーバーホールという作業なんですが、それで治ります。
ただこのピストンの錆が結構悪い時は、もうこれを丸ごと交換しなきゃいけないっていうことになるんですが、僕の場合はそれに値しました。でその時の問題が、僕の MR2 も20年以上経ってるんですが、古い車だったので、このピストンが新品でもう手に入らなかったんですよね。で、どう対処したかっていうと、ピストン単体ではなかったんですが、このブレーキキャリパー、アッシー、もう全体で購入すれば、中にブレーキピストンが対象が入ってるよっていうことだったので、本当はピストンだけでいいのが、キャリパー全体を丸ごと、交換しなきゃいけなくなりました。最終的には、本当は、ブレーキを分解して、ピストンを交換して、ゴム類を交換して、元に戻すっていう1万2万円ぐらいの作業だったはずなのが、キャリパー全体をアッセンブリとして交換しなきゃいけなかったので、最終的には6万円を超える修理費、正確には6万900円修理費がかかってしまいました。次に4番目の MR2 の不具合なんですが、これもまたかよって思われるかもしれないんですが、フロント右ブレーキの引きずりです。で、これが、12万7400キロで起きて、2018年10月ですね、に起きたんですが、で、今までと同じように引きずり始めて、ただピストン単体では変えられないので、ブレーキのアッセンブリ全体での交換となり、6万円の出費をしなきゃいけなくなりました。で、これで、3回目のブレーキ引き継ぎだったんですが、右リア、左リア、そして右フロント、で、四隅のうち3つが、引きずって直したっていうところですね。はい。で、以上説明してきた、ブレーキの引きずり3回と、HID のバラストの緩みによるイオン1回が、ここ3年間で MR2 に起きてきた不具合、そして以上のトータル12万4728円が、ここ3年間で MR2 に起きた不具合と修理でした。と言いたいことなんですが、実は今、2020年の7月なんですが、また MR2 のブレーキが引きずり始めてます。はい。で、起きているのが、またフロントの右の、ブレーキで、2年前に新品の、ブレーキアッセンブリーと交換したばっかのところからまた引きずり始めてしまっていて、なぜこんなに早く起きたのか全然わかんないんですが、また近いうちに販売店に持ってって見てもらおうと思っております。なので、それを実施したらまたちょっと動画も作ろうかと思うんですが、はい、そういう状況となります。今日はどうもご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ここら辺の、修理の頻度が、故障の頻度が高いとか低いとか、不安の感じ方は人それぞれかと思うんですが、ぜひ MR2 購入を検討されている方は、参考にしてみてください。はい、で、僕は個人的には、この年代の車にしたら結構よく走っている方なのかなと思いますね。で特に外出中に動けなくなったということもありませんし、以前勤めていた会社の際は、通勤で毎日使ってたんですが、朝起きたら突然動かなくなってしまうんじゃないかみたいな不安は一切ありませんでしたね。はい。ブレーキの引きずりってあんまり知らない人からすると、ブレーキ関係の不具合ですし、結構怖いものなのかなとか思ってしまう方もいると思うんですが、ブレーキの引きずりというのは、普通、最初は結構軽微なもので、走行中にちょっとだけ抵抗があるかなみたいなレベルで現れます。なので初期段階で気づければ、自分で走行して、安全に販売店行くことも全然可能です。で、どちらかというと、ブレーキが効かないとかそういうわけにはならなくて、逆にブレーキがちょっとかかりすぎてる状態になるので、すぐ重大事故につながるような車両状態になるものではないと思います。でもし何か質問やコメントがありましたら、ぜひ下のコメント欄に記入してみてください。できる限り回答します。で、今後も MR2 に関するコンテンツをいろいろ上げていこうと思うので、もしよろしかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。